アイコンにマウスカーソルを合わせると、機能の名前やショートカットの情報が表示されますので、ぜひ有効活用しましょう。はい、夏森勝です。今回はこれからブレンダーを始めたいという初心者さんに向けて、ブレンダーを一からじっくり丁寧に解説していきます。ブレンダーとは1994年に生まれ、現在は誰でも完全無料で使用できる 3DCG ソフトです。ブレンダーには膨大な数の機能が搭載されていまして、例えば 3D 空間でモデルを制作するモデリング、そのモデルに動きをつけるアニメーション、そして画像や動画に出力するレンダリングなどがあります。今紹介したのはほんのごく一部で、まだまだたくさん存在します。また、有志による解説サイト、動画なども多数公開されていますので、もしここをもっと知りたいということがありましたら、ぜひそちらも活用してみていただけたらと思います。この動画の流れは、まずはブレンダーを導入する方法からおすすめの初期設定、ブレンダーの基本操作の解説、そしてこれらを踏まえて実際に簡単なウサギのキャラクターをモデリング、後半はモデリングしたウサギをアニメ調にし、最後は画像に出力するという流れとなっておりますので、ぜひ楽しみながらブレンダーを学んでいただけたらと思います。ということで、話す内容は以下の通りです。順番に解説していきます。それでは早速ブレンダーを導入しましょう。まずは Google などの検索サイトからブレンダーと検索します。するとブレンダー ORG と書かれたサイトが表示されるかと思いますが、これがブレンダー公式サイトとなりますので、クリックをします。ブレンダー公式サイトが表示されました。このサイトのデザインはブレンダーのバージョンによって変わる場合がございます。次に画面の真ん中のダウンロードブレンダーか画面上部のダウンロードをクリックしますと、このようにダウンロード画面が表示されます。ここにあるダウンロードブレンダーボタンをクリックすることで、ブレンダーのダウンロードが開始されます。自分は Windows を使用していますので、ボタンの下に Windows と表示されていますが、もし他の OS を使用したい場合は、下のメニューからダウンロードすることができますので、各環境に合ったものをダウンロードしてください。ということで、ダウンロードボタンをクリックしますと、ダウンロードが開始されますので、しばらく待ちます。ダウンロードが終わりましたら、インストーラーのアイコンをダブルクリックします。すると、セットアップ画面が表示されますので、NEXT を押して次に進みます。ライセンスが表示されますので、条項に同意して NEXT を押します。こちらはブレンダーのインストール先が決められます。特に問題なさそうでしたら NEXT を押します。インストールをクリックしますと、インストールが開始されますので、しばらく待ちます。途中でユーザーアカウント制御が表示した場合は、はいを選択してインストールを続行してください。フィニッシュボタンをクリックして終了します。これでデスクトップにブレンダーのショートカットアイコン、あるいはスタートメニューからブレンダーを起動することができます。ブレンダーを起動しますと、このようにブレンダーの画面が表示されました。中央に表示されていますのはクイックセットアップウィンドウと言いまして、このウィンドウはブレンダーを初めて起動した時に表示されるウィンドウで、ここで初期設定を行うことができます。このウィンドウのランゲージメニューからジャパニーズを選択することで日本語化することができます。英語のままで使用したいという方はデフォルトの English で大丈夫ですが、この動画では日本語で講座を進めていきますので、あらかじめご了承ください。ブレンダーが日本語化されましたら、右下の次をクリックします。
次に表示されます画面はスプラッシュ画面と言いまして、ブレンダーを起動した時はこちらの画面が毎回表示されます。この画面は最近開いたブレンダーファイルなどが表示されまして、この画面以外をクリックすることで消すことができます。次にブレンダーのおすすめの初期設定を紹介します。このままモデリングを始めてもいいのですが、実はブレンダーの初期設定はすごく大事で、ここを設定しているかしてないかでブレンダーの使いやすさが格段に変わります。そのためここでは個人的におすすめのブレンダー初期設定を紹介します。まず画面上部を見ますと、編集という項目がありますので、クリックしますとずらっとメニューが出てきますので、この中のプリファレンスをクリックします。するとブレンダープリファレンスという新規のウィンドウが表示されます。ここはブレンダーの設定を行う項目となりますので、もしブレンダーの設定を変えたい場合はここから行いましょう。ちなみに先ほどクイックセットアップで言語の設定を行いましたが、画面左側にあるインターフェースをクリックし、下にある言語から変えることもできますので、もし後から言語を変えたいと思いましたらこちらから行いましょう。それではおすすめの初期設定をしていきます。画面左側に様々なリストがありますが、この中のシステムをクリックしますと Undo 回数という項目が表示されるかと思います。Undo 回数とは操作を一つ前に戻す回数のことです。デフォルトでは32回となっていますが、それよりも前に戻りたいということが結構ありますので、50から100くらいがおすすめです。ただし Undo 回数は増えすぎるとその分メモリを消費しますので、もしブレンダーの動作が不安定になりましたらここから調整をしてみてください。次にモデリングしやすくするための初期設定を行います。画面左側のリストの視点の操作をクリックしますと、選択部分を中心に回転がありますので、ここを有効にします。これは選択した部分を中心に回転する機能で、モデルを様々な角度から確認できるようになり、モデリングがしやすくなります。次に深度を有効にします。ブレンダーは時々ズームインが効かなくなることがありまして、ここを有効にすることでそれを防ぐことができます。そして真ん中の自動の透視投影が有効になっていますが、ここは無効にしておくといいです。ブレンダーには2つの投影方法があるのですが、これが有効になっていますと自動で切り替わってしまい、モデリングがしづらいということが起きますので、それを防ぐために無効にした方がいいというのが理由です。この2つの投影方法に関しましては後に詳しく解説を行います。ただこれらの設定は人によっては初期設定の方が使いやすいかもしれませんので、モデリングに慣れてきましたら後からここで設定が変えられますので、各自お好みの設定にしましょう。最後は画面左側のリストの入力の点キーを模倣と3ボタンマウスを再現という項目です。ブレンダーは点キーによって視点の操作を素早く行うことができるのですが、もし点キーがついていない場合はこちらを有効にすることで点キーによる操作をキーボード上部の数字キーに割り当てることができます。またマウスホイールがない場合は3ボタンマウスを再現を有効にすることで Alt を押しながら左マウスボタンを押しますと中ボタンを押した時と同じ操作ができます。ただブレンダーは点キーやマウスホイールによる操作がとても多く、これらがあるのとないのとでは作業効率がやはり違ってきます。そして何より点キーを模倣と3ボタンマウスを再現は一部のショートカットとかぶってしまい、そちらが使用できなくなるというのが欠点です。そのため個人的には点キーとマウスホイール付きのマウスは
導入を検討することをお勧めします。一通り設定が終わりましたので、左下のアイコンをクリックしますと、プリファレンスを自動保存という項目にチェックが入っています。これはプリファレンスを変更すると自動で保存してくれる機能で、デフォルトではここにチェックが入っていますので、そのまま閉じることで設定が完了します。もし心配でしたら、プリファレンスを保存をクリックして設定を保存し、右上の×印から閉じましょう。ブレンダーの設定が終わりましたら、早速ブレンダーの画面説明をしたいところですが、その前に保存と終了、そして戻るというブレンダーですごく大事な操作を先に解説します。ブレンダーファイルを保存するには、画面上部にありますファイルをクリックしますとメニューが表示されますので、その中にあります保存を選びます。するとブレンダーファイルビューというブレンダー専用ウィンドウが表示されまして、ここからファイルの保存先やファイル名を指定することができます。この左の画面からお好きな保存先を決めましたら、下の欄からファイル名を入力して名前を変更。そして右下のブレンダーファイルを保存ボタンをクリックしますと保存が完了します。保存しますと画面の一番下に保存の完了に関するメッセージが表示されますので、ここも確認してみるといいです。このブレンダーファイルビューは保存1回目のみに表示され、以降は上書き保存となり表示されません。ただし名前をつけて保存を選んだ場合は毎回表示されます。保存しましたらファイルから終了を選びますと、ブレンダーを終了することができます。あるいはウィンドウの右上の×ボタンを押すことで閉じることもできます。ちなみに何か作業を行った状態でブレンダーを終了しようとしますと、画面の真ん中にメッセージウィンドウが表示されます。保存ボタンを押しますと保存してブレンダーが終了しますが、保存しないボタンを選びますと変更を破棄して終了しますので、間違って押さないように注意しましょう。キャンセルボタンを押すか、このウィンドウ以外をクリックしますとキャンセルを行うことができます。もし誤って保存せずにブレンダーを終了してしまっても、ファイルの復元から最後のセッションを選ぶことで復元できる可能性があります。またブレンダーには自動保存機能がついていて、デフォルトでは2分おきに自動保存されるようになっています。もしブレンダーが強制終了してしまったなど予期せぬ事態が起きましたら、ファイルから復元の自動保存から自動保存されたブレンダーファイルの一覧が表示されますので、この中からブレンダーファイルを選んで復元しましょう。以上が保存と終了という超重要操作でした。ちなみに保存のショートカットキーはコントロール S となりまして、このショートカットはよく使いますので覚えておくことをお勧めします。そしてもう一つ大事なのは戻るです。この操作を行うためにはコントロール Z を行うことでできます。これは操作を一つ前に戻すショートカットキーとなりまして、かなり頻繁に使いますので、こちらも覚えておくといいです。先ほどプリファレンスの設定で Undo 回数を増やす方法を解説しましたが、この Undo 回数はコントロール Z で戻れる回数ということです。もし何か間違って押してしまっても、まずはコントロール Z を押せば戻れますので、焦らないことが大事です。次はそれぞれの画面について解説します。今表示されていますのはブレンダーのデフォルトで表示される画面となります。いきなり画面の情報量が多く、ものすごく難しそうに見えますが、実は結構シンプルな構成になっていますので、そこを詳しく解説します。
ブレンダーというのはエリアと呼ばれる複数の画面で構成されているという少し特殊な 3DCG ソフトとなっていまして、それぞれのエリアには明確な役割が存在します。まず真ん中に大きく表示されている画面がありますが、これは 3D ビューポートといいまして、ブレンダーのメインの画面となります。この画面を見ながら 3D モデルを操作・編集を行うというのが基本となります。次に画面右上にありますのがアウトライナーで、これは簡単に言いますと、ブレンダー内の様々なデータをリストにしたものです。名前を変えたりしてデータを整理するなどができます。右側にありますのはプロパティと言いまして、現在選択しているオブジェクトの様々なデータの確認や変更、レンダリングの設定などが行います。そして下にありますのはタイムラインと言いまして、こちらはアニメーション作成時に使用する画面となります。この動画で使用しますのはこの 3D ビューポート、アウトライナー、プロパティの3つとなりますので、とりあえずこの3つの画面で何かをするとだけ覚えていただけたらと思います。それではここからは 3D ビューポート上で行う視点の操作について解説します。この操作は結構独特で最初は難しいかもしれませんが、ブレンダーでモデリングする上でとても大事な操作となります。そのため実際に操作をしてみて、どのように動くかを自分で確かめてみることをお勧めします。さて、操作を解説とその前に、ここでブレンダーの操作に慣れるための重要なテクニックをお話しします。それはマウスカーソルの位置です。ブレンダーはどのエリアにマウスカーソルを置くかで操作が変わるという特徴があります。例えば、これから解説をします視点の操作では、必ずマウスカーソルが 3D ビューポートにないと行うことができません。他にも、あの操作をしたいのにできないという事態に陥りましたら、現在マウスカーソルがどこにあるのかは必ず確認をしましょう。それでは視点の操作を行いましょう。まずは視点の回転からです。マウスの中ボタンをドラッグしますと視点の回転が行います。回り込んでモデルを確認したいときによく使う動作となります。次にシフトを押しながらマウスの中ボタンをドラッグしますと視点のスライドを行うことができます。視点を回り込みではなく平行移動させたいときに使います。そしてマウスホイールを上下に回転させますと視点のズームイン、ズームアウトを行うことができます。もっとモデルに近づきたい、あるいは離れたいときにこの操作を行いましょう。ちなみにコントロールを押しながら中ボタンを上下にドラッグすることでも同じ操作ができますので、実際に試してみましょう。もう一度おさらいしましょう。マウスの中ボタンドラッグで視点の回転、シフト、マウスの中ボタンドラッグで視点のスライド、マウスホイール上下に回転でズームイン、ズームアウト、この3つのマウス操作を用いて視点を操作するのが基本となります。次に点キーによる視点の操作を行います。ブレンダーでは点キーを押すことで素早い視点の切り替えが可能となっています。この操作を行う前にマウスカーソルの位置が 3D ビューポートにあることを確認しましょう。先ほども言いましたが、ブレンダーはマウスカーソルの位置で操作が変わりますので、常にここは気をつけるといいです。まず点キーの位置を押しますと視点を正面にすることができます。次に点キーの3で視点を右側にできます。そして
点キーの7で視点を上にできます。この点キーの1、3、7はモデリングする際に基本となる3つの視点となりますので覚えておくといいです。また点キーの5を押すことでパースがある状態か全くない状態かを切り替えることができます。このパースがある状態を透視投影といって、パースが全くない状態を平行投影と呼びます。透視投影は現実に近い見方となり、平行投影はモデルの正確な形状を把握するためにモデリングではすごく重要な投影となっています。最初にプリファレンスの設定で自動の透視投影を無効にした方がいいと言ったのはこれが理由で、ここが有効ですと視点を切り替えた時に自動で透視投影になってしまいモデリングがしづらくなるからです。ここまで視点に関する操作を紹介しましたが、現在どの視点を向いていてどの投影を選んでいるかわからなくなることがあります。その場合は画面左上の小さな文字を見ましょう。ここから現在の視点、投影方法が確認できますので、常にここは見ておくといいです。ちなみに視点の操作に関するトラブルは結構多く、まだブレンダーの操作に慣れていないときはここでつまずいてしまうことがあります。そこで特に多い視点のトラブル2つとその解決方法を紹介します。まず1つは点キーのスラッシュです。これはローカルビューといって現在選択しているオブジェクトだけを表示する機能です。ここをうっかり押してしまうと他のオブジェクトが消えてしまいますので、最初は何が起きたかわからないかと思います。ですがここは慌てず、もう一度点キーのスラッシュを押すことでまた表示されるようになります。また画面左上の文字からローカルビューかどうかも確認ができますので、ここの情報はとても大事です。もう一つは迷子になることです。視点を行ったり来たりしているとオブジェクトがどこに行ったかわからなくなることがあります。そこでホームボタンを押しますと全てのオブジェクトが表示されるようになり元に戻ることができますので、いざという時のために覚えておきましょう。視点の操作を解説しましたので、次は選択について解説します。現在 3D ビューポートに3つのオブジェクトというものが存在しています。オブジェクトというのは 3D ビューポートに配置できる物体すべてを指すものを言います。例えばこの真ん中にありますのは立方体で、左側にありますのはカメラ、そして右側にはライトが配置されていまして、これらはすべてオブジェクトとなります。では試しに選択をしてみましょう。立方体を見ますと周りに黄色いアウトラインが表示されているのが分かりますでしょうか。もし表示されていなかったら立方体を左クリックしますと表示されます。これは今このオブジェクトを選択していますよという意味で、これが選択状態です。次にカメラ、ライトも左クリックで選択してみましょう。するとこのように黄色い表示となって選択されるようになります。さらにここからオブジェクトを複数選択してみましょう。シフトを押しながらそれぞれのオブジェクトを左クリックしてみますと複数選択することができます。ここで大事なポイントがありまして、先ほどカメラ、ライト、立方体と複数選択しましたら、カメラとライトはオレンジ色で表示されているのに対し、最後に選択した立方体だけは黄色く表示されるようになりました。この黄色いオブジェクトはアクティブなオブジェクトと呼ばれ、選択している中で一番偉いオブジェクトという意味になります。シフト左クリックで別のオブジェクトを選択しますと、今度はそちらが黄色く表示されました。このアクティブなオブジェクトは様々な操作をする際にすごく重要となりますので、ここはしっかり押さえた方がいいです。また、オブジェクトをすべて選択したい場合は、マウスカーソルを 3D ビューポートに置いて
A キーを押しますとできます。逆に選択解除したい場合は何もないところを左クリックすることでできます。また選択の方法は他にもいくつか用意されていますので、こちらも解説します。3D ビューポートの左側を見ますと、縦にアイコンが並んでいるのが分かりますでしょうか。これはツールバーと言いまして、ここから選択方法を変えたり編集をすることなどができます。選択方法を変える方法ですが、まずマウスカーソルをツールバーの一番上に置きます。次に左ボタンをドラッグしますと、右側に選択の種類が選べるメニューが表示されます。このまま左ボタンでドラッグしたままお好きな選択方法にマウスカーソルを置きましたら、左ボタンを離しますと、その選択方法に変えることができます。デフォルトではボックス選択となっていまして、3D ビューポートで左ドラッグをしますと、このように四角い枠が表示されまして、この枠の中を選択することができますので、実際に試してみて選択してみましょう。他の選択方法もざっくり紹介します。長押しは左クリックで選択するモード。サークル選択はマウスカーソルに表示されている丸い円を基準に左ドラッグしながら選択するモード。投げ縄選択は取り囲むように選択するモードです。そしてこの選択方法を変えるショートカットキーは W となりまして、 W を押しますとツールバーの一番上の選択方法が切り替わっているのがわかります。そしてこの W を間違えて押してしまったことで、いつの間にか他の選択方法に変わってしまったということがたまに起きます。その場合は W を押すか、一番上の選択方法をボックス選択へと切り替えましょう。このツールバーというのは現在何を選んでいるかで操作が変わるという特徴がありますので、もし普段の選択や操作ができなくなりましたら、このツールバーを確認しましょう。そして基本的には一番上のボックス選択に戻しておきましょう。次はオブジェクトの移動、回転、拡縮について解説をします。こちらもこれまでの操作と同じように実際に自分で操作をして覚えることをお勧めします。まずは移動から行います。立方体を左クリックして選択状態にします。次に移動のショートカットキーである G キーを押しますと、立方体が白く表示されますので、そのままマウスを動かしてみましょう。すると立方体を動かすことができるようになりました。そしてここで右クリックを押しますと、このように移動のキャンセルを行うことができます。もう一度立方体を左クリックで選択し、G を押してマウスを動かします。今度は左クリックを押しますと移動を決定することができます。左クリックも大事ですが、この右クリックによるキャンセルも結構大事ですので、これも覚えておくことをお勧めします。移動が終わりましたら、一旦コントロール Z で一つ前に戻りましょう。次は回転をさせてみましょう。立方体を左クリックして選択状態にしましたら、回転のショートカットキーである R キーを押してマウスを動かしてみましょう。するとこのように立方体を回転させることができます。こちらも右クリックでキャンセル、左クリックで決定となります。最後は拡大縮小を行ってみましょう。立方体を左クリックで選択状態にして、拡大縮小のショートカットキーである S キーを押してマウスを動かしますと、立方体の大きさを変えることができます。右クリックでキャンセル、左クリックで決定となります。
こまで G の移動、R の回転、S の拡縮を行いました。そしてこの移動と回転にはすごく大事な特徴がありまして、それは現在見ている視点に対して平行に変形するということです。例えば現在の視点が斜めからの角度で左クリックで選択 G を押してマウスを動かしますと、斜めから見ている視点に対して平行に動いています。次に視点を正面にするショートカットキーである点キーの位置を押した後に左クリック G を押してマウスを動かしますと、今度は正面から見ている視点に対して平行に動いています。これは回転にも同じことが当てはまりますので、この特徴を知ることでより自由自在に変形できるようになります。もう一度おさらいしましょう。オブジェクトを左クリックで選択して G を押してマウスを動かしますと移動することができます。R を押してマウスを動かしますと回転することができます。S を押してマウスを動かしますと拡縮することができます。そしてこれらは左クリックで決定、右クリックでキャンセルすることができますので、これも覚えておきましょう。さて、次の操作を説明する前に座標軸に関する基礎を解説します。ブレンダーは 3D 空間を座標で表しています。オブジェクトの移動、回転、拡大縮小の際の基準となるのが座標軸となりまして、座標軸は X、Y、Z の3つの軸で構成されています。3D ビューポートを見ますと、赤い線のようなものと緑の線のようなものが表示されていますのが分かりますでしょうか。この赤い線は X で左右を表します。緑の線は Y で奥行きを表します。そしてデフォルトでは非表示になっていますが、青の線がありまして、こちらは Z となります。次の操作はこの座標軸に固定しながらの変形となりまして、こちらの操作はよく使いますので覚えておくといいです。まず立方体を左クリックで選択、 G を押して移動できる状態にします。この状態になりましたら X を押してみましょう。すると画面に赤い線が表示されました。試しにマウスを動かしてみますと X 軸に固定されたまま移動することができます。さらにここから Y を押してマウスを動かしてみますと、今度は Y 軸に固定されるようになります。そして Z を押してマウスを動かしますと上下方向にしか動かせなくなりました。 G による移動が確認できましたので、右クリックで移動のキャンセルをします。 R も試してみましょう。立方体を左クリックで選択、 R を押して回転できるようにします。ここで X、Y、Z のいずれかを押して回転させてみますと、軸固定の回転を行うことができます。そして回転の確認ができましたので、右クリックで回転をキャンセル。そして S も行ってみましょう。立方体を左クリックで選択、S を押して拡縮できるようにします。もう予想はつくかと思いますが、X、Y、Z のいずれかを押して拡縮してみますと、軸固定の拡縮が行えます。そして右クリックで拡縮をキャンセルします。以上が移動、回転、拡縮の操作でした。次はオブジェクトのさまざまな操作について解説します。まずオブジェクトを左クリックを押して選択しましょう。ここで X を押しますと OK という警告メッセージが出てきますので、左クリックを押しますとオブジェクトを削除することができました。次にオブジェクトを追加してみましょう。マウスカーソルが 3D ビューポート上にある状態で Shift A を押しますと
追加に関するメニューが表示されるようになります。この追加から様々なオブジェクトを追加して編集したり変形をしたりするのが基本的な使い方となります。様々な項目がありますが、ここではメッシュの立方体を選んでみましょう。すると先ほど削除しました立方体を追加することができました。オブジェクトを追加したことで左下に小さなメニューが表示されました。ここをクリックしてみますと立方体に関する調整項目が表示されます。ここはオペレーターパネルといいまして、サイズや分割数など形の細かい調整を行うことができるメニューとなります。オペレーターパネル以外をクリックしますと、オペレーターパネルが消えてしまいますが、再表示したい場合は、追加しましたオブジェクトをクリックして F9 を押しますとできます。このオペレーターパネルは実は結構重要で、次のウサギをモデリングする際もよく使うメニューとなりますので、とりあえずこういうメニューがあるんだと知っていただけたらと思います。そしてオブジェクトの表示・非表示もすごく大事ですので解説します。オブジェクトを左クリックで選択した状態で H を押しますと、オブジェクトが非表示になります。この非表示のショートカットキーである H は移動のショートカットキーの G の隣にありますので、間違えて押してしまうことがあります。もし何も知らずにこのショートカットを押してしまうと、削除しちゃったと思うかもしれませんが、これは非表示になっただけですので安心してください。そのため、もし非表示にしてしまったら、コントロール Z で一つ前に戻すか、すべてを再表示するショートカットの Alt H を押すことで再表示されます。これもいざという時のために覚えておきましょう。以上、ここまでが基本的な操作の解説でした。一旦休憩を挟みましょう。では、ここからはウサギをモデリングしていきながら、ブレンダーの様々な操作に触れていきましょう。ウサギをモデリングするにあたって、モードの切り替えという重要な操作について解説します。ブレンダーには様々なモードがありまして、ブレンダーはやりたい作業に応じてモードを切り替えるという使い方をします。モードの切り替え方は左上のプルダウンメニューをクリックし、好きなモードをクリックすることでできます。いろいろありますが、まずはオブジェクトモードと編集モードの2つだけを覚えていただけたら大丈夫です。オブジェクトモードというのはオブジェクト全体を扱うモードです。先ほどこの3つはオブジェクトだと説明しましたが、このオブジェクトを動かしたり変形させたりできる、つまりオブジェクトそのものを扱うからオブジェクトモードだと覚えるといいです。次に編集モードというのはオブジェクトに焦点を当てて編集を行うモードです。試しに立方体を左クリックで選択した状態で編集モードに切り替えてみましょう。すると立方体に黒い粒のようなものが表示されました。この黒い粒を試しに左クリックをしますと白い粒へと変わりました。これはこの粒を選択しているという意味になります。この黒い粒を追加したり削除したり変形したりするのが編集モードで、この黒い粒のことを頂点と言います。この頂点も動かしたりすることができますので、試しに移動してみましょう。頂点を左クリックで選択しましたら、移動のショートカットキーである G キーを押してマウスを動かしてみましょう。するとこのように頂点を自由自在に動かすことができます。そして左クリックで位置の決定ができまして、逆にキャンセルしたい場合は右クリックで行うことができます。編集モードの説明が一通り終わりましたので、オブジェクトモードに戻しましょう。この編集モードへの切り替えのショートカットはタブとなりまして、このショートカットは作業効率がアップしますので覚えておくことをお勧めします。ちなみにブレンダーはこのモードの切り替えをよく行うため、
現在どのモードを選んでいるかは常に確認をするといいです。もしあの操作ができないということが起きましたら、もしかしたら違うモードになっている可能性がありますので、左上から現在のモードを確認しましょう。それではウサギをモデリングする準備を行います。まず 3D ビューポート上に配置されていますオブジェクト3つですが、カメラとライトは後に使用しますので、これらは非表示にしましょう。非表示のショートカットキーである H を押す以外にも、アウトライナーから非表示にする方法がありますので、そちらを使いましょう。非表示にする方法ですが、画面右上にありますアウトライナーを見ますと、カメラ、キューブ、ライトと書かれた項目があります。これは 3D ビューポート上に配置されています3つのカメラ、立方体、ライトのことを指します。そして右側を見ますと2つのアイコンが並んでいますが、この目玉アイコンがオブジェクトの表示、非表示を切り替える項目となります。この目玉アイコンをクリックしますと目が閉じるようになり、同時に 3D ビューポート内のオブジェクトも非表示になりました。ここではカメラとライトを非表示にします。再表示したい場合はもう一度目玉のアイコンをクリックしましょう。カメラとライトを非表示にしましたら、現在のモードがオブジェクトモードであることを確認しましょう。次に画面の真ん中にあります立方体を左クリックで選択します。この立方体は使用しませんので、削除のショートカットである X を押して削除しましょう。次は編集しやすくするために視点を正面にしましょう。マウスカーソルが 3D ビューポートに置いてあることを確認しましたら、点キーの1を押して視点を正面にします。左上の文字を見ますと、フロント透視投影となっていますが、ここでは平行投影でモデリングを行いたいので、透視投影を切り替えるショートカットの点キーの5を押して平行投影に切り替えます。するとフロント平行投影と文字が変わりまして、パースがない状態になりました。このように視点の情報や投影方法はここを見ながら確認をするといいです。そして次の操作をする前に 3D カーソルについて少しお話しします。3D カーソルというのは、この 3D 空間の中央にあります赤と白の縞模様の円のことです。3D カーソルはオブジェクトの追加の基準点になったり、変形の基準になったりします。また、シフト右クリックを押しますと 3D カーソルの位置を決めることができます。さて、このように 3D カーソルを移動させてしまうと、追加のショートカットキーである Shift+A でオブジェクトを追加したときに、中央ではない別のところに追加されてしまうため、これではモデリングがとてもしづらくなります。そこで一旦 Ctrl+Z で追加前の状態に戻しましたら、 3D ビューポート上で Shift+C を押しましょう。すると 3D カーソルを中央に戻せましたので、これでオブジェクトがずれることなく追加できます。次に追加のショートカットである Shift+A を押してメニュー内にありますメッシュから UV 球を追加します。すると 3D ビューポートの中央、正確には 3D カーソルの中央に球体を追加することができました。オブジェクトを追加したことで、左下にオペレーターパネルという小さなメニューが表示されましたので、クリックして表示します。中を見ますと様々な項目がありますが、ここのセグメントとリングという2つの項目があるかと思います。セグメントとリングというのは UV 球の分割数となります。デフォルトではセグメントは32でリングは16となっていますが、これだと多くて扱いづらいので分割数を減らしましょう。セグメントの値をクリックしますと数値を入力することができるようになりますので、こ
こでは8と入力しますと UV 球の形状が変化しました。次にリングの値をクリックし、こちらは4と入力します。そうしますとこのように分割数を減らすことができました。次にこの UV 球をモディファイアという機能を用いて滑らかにしていきます。突然難しそうな言葉が出てきましたが、このモディファイアというのはモデリング作業でよく使う機能ですので、ここではじっくり解説を行いたいと思います。モディファイアとは簡単に言いますと、元の形状を破壊しない変形ができることを言います。正直これだけですと何を言ってるかさっぱりわかりませんので、実際に使ってみましょう。まずモディファイアを使用するにはオブジェクトを選択した状態でないと使えませんので、オブジェクトモードで UV 球がクリックで選択されていることを確認します。次に右側にありますプロパティを見ますと、ずらっとアイコンが並んでいますが、この中の青い電池型のアイコンがあるかと思います。これはモディファイアプロパティと言いまして、ここからモディファイアを使うことができるようになります。ということで、ここを左クリックしますと、プロパティ内にモディファイアを追加というプルダウンメニューが表示されました。ここをクリックしますと、ものすごい数の項目がずらっと表示されました。これら一つ一つがモディファイアと呼ばれるものです。数が多すぎて混乱しそうですが、この動画ではサブディビジョンサーフェスとミラーという2つだけを使用しますので、まずはこの2つを覚えていただけたらと思います。ここではサブディビジョンサーフェスをクリックしましょう。すると UV 球の形状が変化したのがお分かりでしょうか。サブディビジョンサーフェスとはオブジェクトの形状を滑らかにしてくれるモディファイアで、もっと短い言葉にしますと細分化と言います。突然オブジェクトが変化してしまったので、もう戻せないと感じたかもしれません。先ほどもお伝えしたように、モディファイアは元の形状を破壊しない変形です。ですので、もしこのサブディビジョンサーフェスがいらないと感じましたら、プロパティの細分化から右側に×印がありますので、ここをクリックしますとモディファイアを削除することができます。同時にオブジェクトも元の形状に戻すことができました。このようにモディファイアを使うことで元の形状を変えずに好きな変形を行いながらモデリングをすることができる機能となります。先ほど削除してしまいましたので、もう一度モディファイアを追加からサブディビジョンサーフェスをクリックしましょう。次にこの UV 球を編集モードにしたいと思います。まず UV 球がクリックで選択されていることを確認します。左上から編集モードに切り替えますと、四角い透明な箱のように表示されるようになります。これはサブディビジョンサーフェスがない状態の元の形状で、この中にありますのがサブディビジョンサーフェスによって滑らかになった形状です。この元の形状を動かしながら滑らかな形状を整えていくのがサブディビジョンサーフェスの主な使い方となります。ここでは少ない頂点数の球体を滑らかにすることで丸みのある形状にしたいという理由でサブディビジョンサーフェスを使いました。次はプロポーショナル編集というのを用いてこの UV 球を動かしていきたいと思います。また難しそうな用語が出てきましたが、このプロポーショナル編集もモデリングではよく使われる機能ですので、簡単に解説を行います。プロポーショナル編集とは、選択したオブジェクトや頂点などの周りがついてくるように動かすことができる機能です。これも言葉だけですとよくわかりませんので、実際に使ってみましょう。プロポーショナル編集をオンにするには、3D ビューポットの上部にプロポーショナル編集を切り替えることができる項目があります。左側に丸いアイコンがありますが、これが切り替えのスイッチとなりますので、クリックします。すると先ほど灰色だったのが水色に変化し、
これでプロポーショナル編集をオンにすることができました。次に右側をクリックしますと、プロポーショナル編集に関するメニューが表示されまして、ここからどのように変形するのかを決めることができます。ここではデフォルトのスムーズにしておきましょう。次に一番下の頂点を左クリックして選択しましたら、移動のショートカットである G を押して移動できるようにしますと、周りに灰色の円のようなものが表示されました。この円はマウスホイールを上下に動かすことで大きさを調整することができます。円を少しだけ大きくした状態で動かしてみましょう。すると周りの頂点がついてくるように動くようになりました。この円の中に入っている頂点がついてくるようになるという仕組みです。このように現在選択している対象の周りを引きずるように動かせるのがプロポーショナル編集となります。ちなみにプロポーショナル編集でよく起きるトラブルで、円がどこにもないというのがあります。これは円が小さすぎる、あるいは大きすぎてしまい画面に円が見えなくなっていますので、マウスホイールを動かして円が見えるように調整しましょう。さて、プロポーショナル編集の操作を解説したので、次はこの機能を用いてこの UV キーを変形していきましょう。マウスホイールを動かして円を調整しましょう。ここで元の形状の一番上の頂点が円に入らない程度に調整をします。滑らかになっている方ではなく、この透明なケースの方の一番上の頂点が入らないようにしましょう。もし分かりづらいと感じましたら、後でオペレーターパネルからプロポーショナル編集の円が調整できますので、そちらで数値入力をしていきます。さて、灰色の円が調整できましたら、次は Z を押して頂点の移動を Z 軸固定にします。そしてマウスを上に動かしてみましょう。このくらいですね。終わりましたらクリックで決定します。すると左下にオペレーターパネルというメニューが表示されました。このオペレーターパネルは先ほどオブジェクトが追加されると表示されると説明しましたが、編集モードで頂点などを変形させるときにも表示されまして、このメニューからさらに細かい調整ができるようになります。Z 軸に頂点を動かしましたので、このように Z の値に数値が表示されています。ここではこの移動 Z に 0.5 と入力しましょう。そして下を見ますと、プロポーショナル編集に関する設定項目があります。ここはプロポーショナルのサイズと言いまして、先ほどマウスホイールで大きさを変えましたが、ここから細かい調整をすることもできます。ここの数値を 1.9 と入力することでちょうどいいサイズとなります。次は上の頂点をクリックして選択します。移動のショートカットである G を押しますと円が表示されますので、ここでは一番下の頂点が入らない程度に円を調整しましょう。調整し終えましたら Z を押して Z 軸方向へと固定しましたら、下の方へと少しだけ下げます。こんな感じですね。終わりましたらクリックで決定しましょう。正確に調整をしたいので、左下のオペレーターパネルから移動 Z に -0.25 と入力しましょう。さらにプロポーショナルのサイズは 1.4 と入力しましょう。次はこの変形しました UV 球をさらに調整します。ここからはプロポーショナル編集は使用しませんので、 3D ビューポートの上にありますプロポーショナル編集をクリックしてオフにしましょう。そうしましたら UV キーの中央に辺という黒い線がぐるっと囲まれていますので、これをいっぺんに選択しましょう。ここでこの中央の横になっています辺のいずれかを Alt を押しながら
左クリックをしますと、辺ループ選択といいまして、ループしている辺をいっぺんに選択することができるようになります。次にこの辺ループ選択をした状態で移動のショートカットである G を押したら、続けて Z を押して Z 軸に固定してそのまま下へと移動します。だいたいこの辺りですね。終わりましたらクリックで決定します。そして左下のオペレーターパネルから移動 Z をマイナス 0.3 と入力しましょう。さらにここにあります辺も調整しましょう。辺にマウスカーソルを置いてオルト左クリックで辺ループ選択をします。移動のショートカットの G を押したら、次に Z を押して Z 軸に固定。少し下へと移動し、クリックで決定。決定しますと、左下にオペレーターパネルが表示されますので、ここの移動 Z をマイナス 0.1 と入力しましょう。ここでコントロール S で保存します。自動保存機能があるとはいえ、定期的な保存は大事です。さて、うさぎの顔ができましたので、次はうさぎの耳をモデリングしましょう。現在 UV の編集モードにいますので、タブを押してオブジェクトモードへと切り替えましょう。次に耳をモデリングしやすくするために、この UV を非表示にしましょう。アウトライナーから目玉アイコンをクリックし非表示にします。追加のショートカットである Shift+A を押してメッシュから UV を追加します。すると先ほどオペレーターパネルで設定しましたので、最低限の頂点数の UV がまた追加されました。もし初期設定に戻っている場合は、セグメントを8、リングを4にしましょう。この UV を用いてうさぎの耳をモデリングしていきましょう。まず今追加しました UV を左クリックで選択しましたら、タブを押して編集モードに入ります。次に下半分をいっぺんに削除したいので、ここでは透過表示を切り替えという機能を用いましょう。3D ビューポートの右側に四角が2つ並んでいるアイコンがあるのが分かりますでしょうか。これは透過表示を切り替えと言いまして、メッシュを透過させることで後ろ側の頂点を選択することができる機能となります。ここをクリックしますと水色に変化し、メッシュが透過されました。ちなみにメッシュというのは多角形の集まりのことで、見た目が網目状のようだからメッシュと覚えるといいです。透過しましたら、一番下の頂点とその上の辺を左ボタンでドラッグしてボックス選択します。次に X を押しますと削除に関するメニューが表示されますので、ここでは頂点を選んで削除しましょう。すると下半分を削除することができました。終わりましたら透過表示を切り替えを押してオフにしましょう。次は上の辺をオールと左クリックで辺ループ選択します。選択しましたら、拡大縮小のショートカットである S を押してマウスを動かして小さくします。この辺りで左クリックで決定します。左下にオペレーターパネルが表示されましたので、数字を調整しましょう。ここでスケール XYZ を 0.1 と調整するのですが、一つ一つずつ調整するのは大変なので、そこでスケール X の数値欄を上下に左ドラッグし、スケール Z まで下へと動かしますと、いっぺんに選択することができまして、ここで数字を入力しますと3ついっぺんに変えることができるようになります。注意ですが、左右にドラッグしますと数値が変わってしまいますので、上下方向のみにドラッグし左ボタンを離して決定するのがコツです。もし間違って左右にドラッグしてしまっても、一旦ボタンを離して決定、もう一度上下にドラッグすることでまた調整することが可能です。
右クリックでキャンセルもできますので、これも覚えておくといいです。数値欄を左ドラッグでいっぺんに選択。ここではスケール XYZ に 0.1 と入力しましょう。さらに移動のショートカットキーの G を押して Z から Z 軸固定、上へと移動させて左クリックで決定。左下のオペレーターパネルから移動 Z を 0.2 と入力。次は後に耳の付け根となる一番下の辺を折ると左クリックで辺ループ選択します。拡縮のショートカットの S を押してマウスを動かして小さくします。だいたい小さくしましたら左クリックで決定。左下のオペレーターパネルから左ドラッグで3つの数値欄を選択。スケール XYZ を 0.05 と入力します。だいたい調整ができましたので、次はメッシュを分割して滑らかにしたいので、プロパティからモディファイアプロパティをクリック。モディファイアを追加からサブディビジョンサーフェスを追加します。次はループカットという機能を使いましょう。ループカットとは辺を追加する機能のことで、文字通りループできるような操作を行います。まず縦に並んでいる辺にマウスカーソルを置きます。次にループカットのショートカットであるコントロール R を押しますと、横に黄色い線が表示されました。これはここに辺を追加していいですかという意味ですので、そのまま左クリックで決定します。すると次はどこに辺を配置するか決めるモードに入りますので、そのまま右クリックをしますと中央に辺が配置されるようになります。現在辺が選択された状態ですので、そのまま拡大縮小のショートカットの S を押してマウスを動かして少し大きくしましたら左クリックで決定。左下のオペレーターパネルから数値欄を左ドラッグ、スケール XYZ を 2.7 と入力しましょう。さらに可愛くしたいので、この辺を移動のショートカットである G を押して Z で Z 軸固定にして上に動かします。左クリックで決定しましたら移動 Z を 0.3 と入力しましょう。下にもループカットを入れましょう。マウスカーソルを縦に並んだ辺に置いて、ループカットのショートカットであるコントロール R を押します。左クリックしましたら右クリックで位置を中央に決定します。そして拡縮のショートカットの S を押して大きくします。左クリックで決定しましたらオペレーターパネルから数値欄を左ドラッグし、スケール XYZ を 1.9 と入力。さらに移動のショートカットの G を押して Z を押して Z 軸固定にして下へと移動。左クリックで決定。移動 Z をマイナス 0.17 と入力します。少し耳を大きくしましょう。全選択のショートカットである A を押して拡縮のショートカットの S で大きさ調整。左クリックで決定し、オペレーターパネルから数値欄を左ドラッグ、スケール XYZ を 1.3 と入力します。さてこれで一通り形が整いましたので、次は位置調整を行いましょう。アウトライナーから顔である Q の目玉アイコンをクリックし表示します。現在耳の Q001 が A で全選択されていましたら、移動のショートカットの G を押して頭部の右側へと移動します。だいたい位置が決まりましたら左クリックで決定します。オペレーターパネルから移動 X を 0.49 と入力し、移動 Z を 0.6 と入力しましょう。そしてここからは
モディファイヤーのミラーを使いましょう。ミラーというのはモデルを左右対称にするモディファイヤーで、これを使うことで作業時間を大幅に減らすことができます。プロパティからモディファイヤープロパティをクリック。モディファイヤーを追加からミラーを選びます。するとウサギの耳が左右対称になりました。もし左右対称になりませんでしたら、それは原点の位置がずれている可能性があります。原点とはオブジェクトの中央にあります小さなオレンジ色の点のことです。この原点はオブジェクトモードでは動きますが、編集モードでは動かないという特徴があります。そしてモディファイヤーのミラーはこの原点を基準に反転していますので、ここがずれていますと同時にミラーもずれてしまうという仕組みです。そこで原点を中央へ戻すためには、まず 3D ビューポート上で Shift+C を押して 3D カーソルを中央へと戻します。次にタブを押してオブジェクトモードへと移りましたら、 3D ビューポートの上にオブジェクトという項目がありますのでクリックをします。原点を設定というのがありますので、ここから原点を 3D カーソルへ移動をクリックしましょう。すると原点の位置が中央へ戻るようになり、ミラーも正常に動作するようになりました。このままですと耳が垂直で硬い印象ですので、やや傾けましょう。回転のショートカットである R を押してマウスを動かしてやや傾け、左クリックで決定。オペレーターパネルから角度を13と入力しましょう。さて、ここからうさ耳を大きくしてさらに可愛くしていこうと思います。全選択していましたら、何もないところを左クリックして選択解除します。シフトを押しながら折ると左クリックで耳の上部を変ループ選択をします。一番上の頂点を選択したいので、オルトを離し、シフトを押したまま頂点を選択します。そして拡縮のショートカットの S を押してマウスを動かして拡大します。左クリックで決定。オペレーターパネルから数値欄を左ドラッグ。スケール XYZ を 1.77 と入力します。そして視点を右側にしてうさぎの耳を調整したいので、点キーの3を押して視点を右にします。現在耳がまっすぐで、これだと作り物感が出てしまいますので、自然な耳にするために少し後ろに倒しましょう。全選択のショートカットである A を押して耳のすべての頂点を選択します。回転のショートカットの R を押してマウスを動かして回転させます。左クリックで決定。オペレーターパネルから角度に35と入力。次に移動のショートカットの G を押して位置を調整。左クリックで決定。オペレーターパネルから移動 Y を 0.4、移動 Z をマイナス 0.1 と入力します。これで位置調整が終了しましたので、点キーの1を押して視点を正面に戻しましょう。これでうさぎの耳が完成しました。アウトライナーを見ますと、どれが顔でどれが耳なのか分かりづらいので、名前を変えましょう。Q は顔ですので、ダブルクリックをしますと名前を変えることができますので、顔と入力します。Q001 は耳ですので、ダブルクリックをして耳と入力しましょう。そしてコントロール S で保存も忘れずに行いましょう。次はうさぎの目をモデリングしましょう。まずはタブを押してオブジェクトモードに切り替えます。アウトライナーから目玉アイコンをクリックし、顔と耳は非表示にします。追加のショートカットである Shift+A を押して UV 球を追加します。
オペレーターパネルからセグメントを8にし、リングを4にします。メッシュを分割して滑らかにしたいので、プロパティからモディファイアプロパティをクリックして、モディファイアを追加からサブディビジョンサーフェスを追加。さらに続けてミラーも追加しましょう。この後目となる UV 球を選択しましたら、タブを押して編集モードにします。全選択のショートカットである A を押しましたら、各縮のショートカットの S を押して一旦左クリックで決定します。左下のオペレーターパネルからスケール X は 0.1、スケール Y は 0.05、スケール Z は 0.22 と入力します。次に移動のショートカットである G を押して左クリックで決定。移動 X を 0.32、移動 Y をマイナス 0.63、移動 Z を 0.27 と入力。そして回転のショートカットである R を押して X で X 軸に固定して左クリックで決定。角度をマイナス23と入力。最後は回転のショートカットの R を押して Z で Z 軸固定にして左クリックで決定。角度を16と入力。次はアウトライナーから顔を表示してみますと、ちょうど顔の正面に目が配置されるかと思います。このようにオペレーターパネルの数字入力だけで簡単にモデリングが行うことができるのです。そしてアウトライナーから Q をダブルクリック、目と入力しましょう。最後は口をモデリングしましょう。タブを押してオブジェクトモードにしましたら、アウトライナーから顔と目の目玉アイコンをクリックして非表示にします。追加のショートカットのシフト A を押して、ここでは平面を追加します。平面を左クリックで選択してタブを押して編集モードに切り替えます。全選択のショートカットである A を押して平面の頂点がすべて選択されていましたら、回転のショートカットである R を押したら X で X 軸固定にして左クリック。オペレーターパネルから角度を90と入力します。次に各縮のショートカットの S を押して左クリック。オペレーターパネルから数値欄を上下にドラッグ。スケール XYZ を 0.017 と入力。そして移動のショートカットの G を押して左クリック。オペレーターパネルから移動 Y をマイナス 0.79 と入力。アウトライナーから顔と目を表示しますと、ちょうど顔のギリギリに口が来るかと思います。今度はこの平面をミラーで左右対称にしていきます。小さいのでマウスホイールでズームインしましたら、平面の上端か下端にマウスカーソルを置いて、ループカットのショートカットであるコントロール R を押します。左クリックした後に続けて右クリックで位置の決定をします。次に左側の頂点2つのみをシフト左クリックで選択し、削除のショートカットである X を押しましたら、頂点を選んで削除します。そしてプロパティにあるモディファイアプロパティのモディファイアを追加からミラーを追加し左右対称にしましょう。ここでミラーの項目を見ますと、クリッピングというのがありますので、ここを有効にしますと頂点がミラー側に行かなくなり、モデリングがしやすくなります。ミラーで左右対称にしましたら、右側にあります外側の頂点2つのみをシフト左クリックします。次に移動のショートカットの G を押して X を押して
X 軸方向に固定して横に広げます。大体の位置を決めましたら左クリック。オペレーターパネルから移動 X を 0.11 と入力。さらに中央をループカットして辺を増やしましょう。平面の上端か下端にマウスカーソルを置いてコントロール R を押しましたら左クリックからの右クリックで位置の決定。移動のショートカットの G を押して Z で Z 軸固定にして下へ移動。左クリックで決定。オペレーターパネルから移動 Z にマイナス 0.05 と入力します。そしてモディファイアを追加からサブディビジョンサーフェスを追加し滑らかにします。さてサブディビジョンサーフェスは全てのメッシュを滑らかにはしてくれて便利なのですが、形状が縮んでしまうので見た目に緩急がなくなってしまうのが欠点です。そこでクリースという機能を用いましょう。クリースというのはサブディビジョンサーフェスの影響を受けなくすることができる機能となりますので試しに使ってみましょう。口の真ん中の頂点2つをシフト左クリックで選択します。次に辺にクリースを追加するショートカットのシフト E を押してマウスを動かしますと黒線が紫色になって形状が変化したのがお分かりでしょうか。これがクリースで、このクリースがかかっている部分はサブディビジョンサーフェスがかからなくなります。左クリックで決定しましたらオペレーターパネルが出現しますので、ここが係数1となっていれば大丈夫です。次に外側の頂点4つをシフトで選択しましたら移動のショートカットの G を押して左クリック。オペレーターパネルから移動 Y を 0.005 と入力。さらに外側の頂点2つのみをボックス選択なので選択。移動のショートカットの G を押して左クリック。オペレーターパネルから移動 Y を 0.01 と入力。点キーの3を押して視点を右側にしますと立体感のある口ができたかと思います。そして前選択のショートカットである A を押しましたら押し出しという機能を用いて厚みを作りましょう。ここで押し出しのショートカットである E を押しますと新たにメッシュが押し出されます。マウスを動かしてそれなりに押し出しましたら左クリックで決定。オペレーターパネルから移動 Z に 0.015 と入力しましょう。この押し出しのショートカットの E の注意点ですが、この操作は他と同じように左クリックで決定、右クリックでキャンセルを行うことができます。ただ右クリックでキャンセルしますと中に押し出されたメッシュが重なってしまい、これを放置すると後で面倒なことが起きます。そのため押し出しを右クリックでキャンセルしましたら必ずコントロール Z で戻るという癖をつけておきましょう。押し出したことで口の真ん中のクリースにばらつきが出てしまいましたので、折ると左クリックで辺ループ選択をして辺にクリースを追加するショートカットのシフト E を押してマウスを動かしてクリースを調整。左クリックで決定。オペレーターパネルから係数が1になっていれば大丈夫です。これで口の完成です。アウトライナーから平面をダブルクリックして口と入力しましょう。現在うさぎの見た目がカクカクしていますので、これを滑らかにしていきます。まずこれまで制作しました顔、口、目、耳を表示し、シフト左クリックで選択します。次に右クリックを押しますと様々なメニューが表示されます。この中にありますスムーズシェードを
クリックしますと、オブジェクトが滑らかになりました。サブディビジョンサーフェスは面を分割して滑らかにしますが、スムーズシェードは見た目をそのまま滑らかにします。そして繰り返しになりますが、コントロール S の保存は忘れないようにしましょう。以上がうさぎのモデリングとなります。ここまでオペレーターパネルによる数値入力で済ませてきましたが、もし自分はこっちの方がいいと思いましたら、これまで学んできた様々な操作を応用して各自好きなようにモデリングしていただいて構いません。個人的にモデリングで一番大事なのは楽しむことだと思いますので、各自自由に遊んでモデリングを楽しんでいただけたらと思います。さて、このままでは見た目が灰色のうさぎになってしまいます。レンダリングするまでがモデリングですので、次はうさぎの見た目をアニメ調にしてレンダリングしましょう。ちなみに 3D モデルの見た目をアニメ調にする技術をセルルック・トゥーンレンダリングと言います。このモデルの見た目を変えるためにはマテリアルというのを作る必要があります。そこでマテリアルを作成するにあたって 3D ビューのシェーディングについてお話しします。3D ビューポートの右上に4つの球体アイコンがありますが、この4つが 3D ビューのシェーディングです。これまで見た目が灰色のうさぎをモデリングしてきましたが、それは左から2番目のソリッドというモードでモデリングしてきたからです。ソリッドは主にモデルの確認や作成の時に使います。次に一番左のワイヤーフレームをクリックしますと、黒い輪郭のみが表示されました。これはモデルの内部を見たいときや下体からモデリングするときによく使う機能となります。次に右から2番目のマテリアルプレビューにしますと、ウサギが白色になりました。これは作成しましたマテリアルのみを表示する機能となりまして、設置したライトは無視されます。最後は一番右のレンダーをクリックしますと真っ黒なウサギになりました。これはレンダリングの結果を簡易的に見る機能で、設置したライトなどが表示されます。現在ライトを非表示にしていますので、それで真っ黒になっているということです。このように 3D モデルの見た目をここから変えることができまして、これら4つをまとめて 3D ビューのシェーディングと言います。確認が終わりましたら、モデルの確認や作成に使うソリッドに戻しておきましょう。では、マテリアルを作成するために作業画面を変えたいと思います。画面上部に様々なタブがありますが、これはワークスペースと言いまして、ブレンダーはやりたい作業に応じて作業画面をここから変えることができます。デフォルトではレイアウトになっていまして、文字通りモデルのレイアウトに特化した作業画面となっています。この中にシェーディングというタブがありますので、クリックをします。するとマテリアル作成に特化した画面へと移ることができます。画面の構成が変わっただけで作成しましたモデルはそのまま表示されています。難しそうな画面が出てきましたが、ここで扱うのは上の 3D ビューポート、右側のプロパティ、そして下のシェーダーエディターの3つだけです。シェーダーエディターとは小さな箱を組み合わせていきながらマテリアルを作成する画面となりまして、ここではこのウサギをアニメ調にするためにこのシェーダーエディターというのを使用します。ちなみに 3D ビューポートの右上を見ますと、ここがマテリアルを表示するためのマテリアルプレビューになっています。レイアウトはデフォルトではモデルの確認や作成に使うソリッドですが、シェーディングはマテリアル作成に特化していますので、デフォルトではマテリアルを表示するためのマテリアルプレビューになっているということです。後ろに背景が表示されていますが、これはマテリアルプレビューの設定で表示することができまして、シェーディングではデフォルトで背景が表示されるようになっています。それではマテリアルを作成していきます。
まずマテリアルを作成したいオブジェクトを左クリックで選択する必要がありますので、ここでは顔を左クリックで選択します。次にシェーダーエディターの上部に新規というボタンがありますのでクリックをします。するとマテリアルを新規に作成することができました。同時にシェーダーエディター内に箱のようなものが2つ表示されました。これはノードと呼ばれるもので、このノードという四角い箱をどんどんつなげマテリアルを作成していくという仕組みです。シェーダーエディターの操作ですが、マウスカーソルをシェーダーエディターに置いた状態でマウス中ボタンをドラッグしますと画面を動かすことができます。またマウスホイールを上下に動かしますとズームイン、ズームアウトが行えます。そしてこのノードも動かすことができまして、ノードを左ドラッグしますとこのように位置を自由に動かすことができます。またノードの追加は Shift+A、 ノードの削除は X などオブジェクトの編集と同じような操作が行えます。ここではプリンシプル BSDF とマテリアル出力という2つのノードがありますが、このプリンシプル BSDF は使いませんので、クリックで選択しましたら削除のショートカットの X を押して削除しましょう。削除したことでモデルが真っ黒に表示されましたが、これはノードに何も接続していないとこのように真っ黒になるという仕組みです。もし間違えてマテリアル出力を削除してしまいましたら Ctrl+Z で戻ることができますので、いざという時はこのショートカットも活用しましょう。また全てのノードはこのマテリアル出力へとつながりますので、マテリアル出力は必ず残しておきましょう。さてここからは新たに3つのノードを追加してこのウサギをアニメ調にしていきます。シェーダーエディター内で追加のショートカットの Shift+A を押しますと様々なメニューが表示されまして、ここからノードの追加が行えます。まずはコンバーターからカラーランプをクリックしましょう。すると新たにカラーランプというノードが追加されました。このノードはグラデーションで色を作るノードで、セルルックでは光と影の調整などに使います。ここで左クリックしますとノードを配置できます。もしシェーダーエディターの画面を大きくしたいのでしたら、シェーダーエディターと 3D ビューポートの境目を左ドラッグしますと画面サイズをカスタマイズすることができます。次にシェーダーエディター内で追加のショートカットの Shift+A を押して、今度はコンバーターからシェーダーの RGB 化を追加しましょう。こちらは影の情報を色に変えるノードとなります。そしてカラーランプの左隣にクリックして配置します。最後に追加のショートカットの Shift+A を押してシェーダーからDiffuse BSDF を追加します。これはマットな質感にしてくれるノードで、セルルックではベースとなります。ここではシェーダーの RGB 化の左隣で左クリックして配置しましょう。これらはセルルックを構成する上で大事な3つのノードとなります。それでは追加しましたこの3つのノードをつなげていきます。ノードをつなげるにはこの丸い球体を左ドラッグしますと紐のようなものが出てきました。この紐を他のノードの球体へと左ドラッグすることでノード同士がつながるようになります。まずは Diffuse BSDF をシェーダーの RGB 化につなげます。ベースとなる Diffuse BSDF にシェーダーの RGB 化をつなげることで影の情報が色へと変換されました。次にシェーダーの RGB 化のカラーをカラーランプへとつなげます。色へと変換された影の情報は
カラーランプで調整できるようになりました。最後はカラーランプのカラーをマテリアル出力のサーフェスへとつなげます。すると顔オブジェクトに少し変化が現れました。こうやって複数のノードを組み合わせてマテリアルを作っていくのがシェーダーエディターです。次はカラーランプの調整に入ります。カラーランプの右上を見ますとリニアという文字がありますので、ここをクリックしますと様々なメニューが出てきます。ここを一定にしますと、先ほどグラデーションだったのがはっきりと分かれるようになりました。このカラーランプはモデルの光と影を調整するノードとなりまして、セルルックは基本的に光と影ではっきり分かれています。そのためここでは一定にして明確に分けました。一定にしましたが、モデルの見た目が真っ黒になりました。これは影の面積が大きすぎるために真っ黒になったという仕組みです。そこでカラーランプの右側にあります矢印を左ドラッグし、左側へと移動しますと光の面積が増えていき、モデルが光と影ではっきり分かれるようになりました。ここの矢印の位置ですが、後でまた調整しますので、今はだいたい真ん中に配置しましょう。このようにノードは左から右へと流れ、最終的にはマテリアル出力へとつながります。次は色をのせていくのですが、その前に画面の設定を行いましょう。プロパティにレンダープロパティというアイコンがありますのでクリックをします。次に下にカラーマネジメントという項目がありますので、こちらをクリックしますとビュー変換というのがあります。これはレンダリングする際の色味を調整してくれる項目で、デフォルトではフィルミックとなっていて、やや色味が暗い画面となっています。セルルック系モデルを制作する場合は、この色味ですと元の色が分かりづらいので、ここを変更しましょう。フィルミックをクリックしますと様々な項目が出てきますので、標準をクリックします。すると画面の色味が変化し、デフォルトの色味になりました。カラーランプの調整ができましたので、次はこのカラーランプに色をつけていきましょう。まず光側の矢印をクリックしましたら、下に白の四角い枠がありますのでクリックします。すると色を決めることができる画面が表示されました。ここで各自好きな色を選んで色をのせてみましょう。するとうさぎの色が変化したのがお分かりでしょうか。このカラーランプを使えばうさぎの色を簡単に変化することができます。終わりましたら何もないところを左クリックして決定します。次は影にも色を塗りましょう。影側の矢印をクリックし、下の黒の四角い枠をクリック。ここも各自好きなように影を設定しましょう。終わりましたら何もないところを左クリックして決定。これでうさぎの色が決定しました。管理しやすくするためにマテリアルに名前を付けましょう。シェーダーエディターの上部をクリックしますと名前を決めることができますので、ここではうさぎ肌と入力します。次はこのマテリアルを他のところにも割り当てましょう。現在顔を選択していましたので、次はうさぎの耳を左クリックで選択しましょう。シェーダーエディターの上部を見ますと、新規の隣に球体アイコンがありますのでクリックします。すると作成しましたマテリアルの一覧がずらっと表示されます。ここでは先ほど作成しましたうさぎ肌をクリックしますと、耳にも同じマテリアルを割り当てることができます。次は目と口にもマテリアルを作成します。まず目を左クリックで選択。シェーダーエディターの上部の新規をクリック。プリンシプル BSDF を左クリックして X で削除します。シフト A から入力にあります RGB を選択。左クリックで配置します。次に RGB の右側に
明暗を決める項目がありますので、左ドラッグをして下へと移動させ真っ黒にします。そして RGB の右側にあります球体をドラッグしてマテリアル出力のサーフェスへとつなげます。これで真っ黒な目が完成しました。シェーダーエディターの上部をクリックし、こちらの名前は黒とします。口にも同じマテリアルを割り当てましょう。口を左クリックで選択し、シェーダーエディターの上部にあります球体アイコンをクリック。一覧から黒にして終わりです。マテリアルの設定が終わりましたので、次はライトの設定に入ります。3D ビューポートの右側にありますレンダリング結果を簡易的に見れるレンダーをクリックします。するとウサギが表示されましたが、影で暗いです。これは 3D ビューポートにライトがないためにこのように暗い状態なのが理由です。そこで右上のアウトラインから非表示にしていましたライトを目玉アイコンをクリックして表示します。もし削除していた場合は追加のショートカットの Shift A からライトをクリックすることで追加できます。ライトを表示しましたらライトを左クリックで選択します。次にプロパティからオブジェクトデータプロパティというのをクリックしますと、ライトに関する設定項目が出てきますので、この中にライトの種類を決める項目があるのを確認します。現在ポイントですが、ここを3にしましょう。するとウサギが明るくなったかと思います。さらにここでライトの調整をします。現在ライトが強すぎますので、ここを5と入力しましょう。今ウサギが暗いかもしれませんが、後で背景の設定も行いますので、ここでは5とします。さらにライトが選択されている状態で、プロパティからオブジェクトプロパティをクリック。ここに回転の項目がありますので、回転 X を60、回転 Y を40、回転 Z を0と入力します。これでライトの設定が終わりました。次にワールドの設定を行いましょう。現在レンダーを見ますと背景が暗い灰色なので、これを白に変えましょう。プロパティからワールドプロパティというのをクリックしますと 3D 空間に関する設定項目が表示されます。ここのカラーの右の四角い枠をクリックしますと色を決めることができますので、右のグラデーションを左ドラッグして真っ白に変えましょう。すると 3D 空間が白に変化しました。3D 空間が真っ白になったと同時にウサギの影が消えてしまったかと思いますので、ここで顔オブジェクトをクリックしてシェーダーエディターにあるカラーランプから調整を行いましょう。カラーランプの光側の矢印をクリックしますと、下に1という項目がありますので、ここに 0.95 と入力しましょう。するとちょうどよくウサギの影が表示されるかと思います。マテリアルとライト 3D 空間の設定が終わりましたので、次はカメラとアウトラインの設定を行います。セルルックは 2D アニメっぽさを表現するためにモデルの外側にアウトラインを作ることが多いです。ここではこのアウトラインを作るためにまずカメラを設定する必要があります。レンダーだとブレンダーの動作が重くなるので、一旦マテリアルプレビューにしましたら、非表示にしましたカメラをアウトライナーから表示します。もし削除していましたら、追加のショートカットの Shift A からカメラを選ぶことで追加できます。カメラを左クリックで選択しましたら、プロパティからオブジェクトプロパティを選択。1X を0、1Y をマイナス12、1Z を 0.4 とします。さらに回転 X を90、回転 Y を0、回転 Z を0と入力します。これでカメラがちょうどウサギの正面に来るかと思います。ここで点キーの0を押しますとカメラ視点にすることができます。中ボタンドラッグなどで動かすとカメラ視点から外れますが、もう一度
点キーの0を押すとまたカメラ視点にできます。この四角い枠の内側がレンダリングされる領域で、外側はレンダリングされません。基本的にこのカメラがないとレンダリングはできませんので、カメラの設定はとても大事です。そして現在ウサギが遠いので、ここでカメラの焦点距離を変えましょう。カメラが選択されていることを確認しましたら、プロパティのオブジェクトデータプロパティ内にあります焦点距離を見ますと、現在50と設定されていますので、ここを100と入力します。すると焦点距離が長くなりましたので、先ほどよりも近くに寄るようになりました。焦点距離は短いほど近くに寄ると歪むようになり、長いほど近くに寄ってもあまり歪まなくなります。セルルックは基本的にパースはあまりつけない方がいいので、焦点距離は長く設定した方がいいです。そして次はアウトラインの設定を行いましょう。ここではラインアートという技法を用いて、このウサギにアウトラインをつけます。まず現在の視点が点キーの0でカメラ視点にしていることを左上の情報から確認しましたら、ウサギの顔を左クリックで選択します。次にシフト A を押しますと、グリースペンシルというのがありますので、この中のオブジェクトラインアートを選択します。するとウサギの周りに黒いアウトラインが追加されたと同時に、アウトライナーに新しくラインアートというのが追加されました。次にアウトライナーからラインアートを左クリックで選択しましたら、プロパティのモディファイヤープロパティをクリックしますと、ラインアートというモディファイヤーが追加されているのを確認します。ここからアウトラインの太さが調整できますので、ここのライン幅を15と入力しましょう。さらにウサギの耳にも同じアウトラインを追加したいので、モディファイヤーのラインアートに下矢印がありますので、クリックをしますとメニューが表示されますので、この中から複製をクリックし、モディファイヤーを複製します。複製したモディファイヤーのラインアートを見ますと、顔となっていますので、ここをクリックして耳へと変更をしますと、ウサギの耳にもアウトラインが追加されました。ちなみにラインアートはカメラの視点を基準にアウトラインがつきますので、視点を変えますとアウトラインがおかしなことになりますが、不具合ではございません。そのため必ず点キーの0を押してラインアートを確認しましょう。ここまでお疲れ様でした。最後はいよいよレンダリングの準備となります。その前にアウトライナーから右側のカメラアイコンを確認しましょう。ここはレンダリングを有効にするか無効にするか決める項目で、ここが×印ですとレンダリングされませんので、ここは必ずクリックして有効にしましょう。確認が終わりましたら、画面上部のレンダーをクリックしますと、画像レンダリングというのがありますので、こちらをクリックしましょう。するとブレンダーレンダーという新規のウィンドウが表示され、レンダリングが開始されます。レンダリングしたウサギに問題がなければ、ブレンダーレンダーウィンドウにあります画像から名前を付けて保存を選択しましょう。ブレンダーファイルビューが開きますので、保存場所を指定し、画像別名保存をクリックすれば画像の保存ができます。ちなみにここからファイルフォーマットの設定もできますので、各自お好きなファイルフォーマットにしましょう。いかがだったでしょうか。今回はブレンダーの導入からウサギをモデリング、さらにウサギをアニメ調にして画像のレンダリングまでを行いました。ブレンダーにはものすごい数のショートカットが存在して、これらをいきなり全て覚えるのは難しいです。そこで覚えやすくするためのコツですが、アイコンにマウスカーソルを置きしばらく待ちますと、このように機能の名前やショートカットが表示されますので、こちらも活用して少しずつ覚えていくのがいいかと思います。この動画をきっかけにブレンダーに少しでも興味を持っていただけたらとても嬉しいです。
皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。